支部会っていうのは、もともとね、世界政府公認の団体なんですよ。インペルドのレベル6の囚人だけ連れて海賊団を起こして4個になっていくし。いや。1はまあ俺一番ダメかな。どうも、小池です。WCI ケネジットのトイです。今日何ですの？今日は小池さん。何？僕ね、あることを検証したくて、今日ちょっとね、検証やっていきたいんですよ。俺全然内容が分かってないんだけど何？今日やりたい検証はですね、皆さん95回読みました？最新刊？最新刊。この間でね、とんでもない発表があったんですよ。発表？そう。それが何かっていうと、七部会撤廃。ああ、そうね。そう。で、今日やりたい検証はですね、七部会撤廃は本当に正しいのかっていう検証をしたいと思ってるんですよ。じゃあちょっと真剣な回？これもうマジ超マジそれぐらいマジな七部会撤廃はそのワンピースの世界において本当に必要だったのかっていうことをね。でも世界の均衡とね、今まで呼ばれてたわけや。そう略奪行為が世界政府から認められた7人の海賊たち。それ説明するからちょっと待ってね。あ、そうだ。なんで潰さないで、小池さん。そうで、今言ってたように、小池さん言ってたね、支部会っていうのは、もともとね、世界政府公認の団体なんですよ。団体NPO 法人みたいな。言うとるんすよ、ブランニューさんがね。何言うてたかっていうと、世界政府によって選ばれた略奪を許可された海賊たち、桜花支部会と世界にたった7人って言って、その引き換えに必要とされるものは圧倒的な強さ、知名度、彼らが政府側に組みすることが世の海賊たちへの脅威とならねばならないってことを言ってるんですね。なるほどなーってことじゃないですか。ただね、七部会ってね、結構ね、自由な奴らなんですよ。そうよ。だって元は海賊なんだもん。そう、もともと海賊で、政府が、ちょっとクロコダイルさんがいなくなってしまったんで。クロコダイルさん？そう。ちょっと代わりに、誰をやるか、ちょっとみんなで会議しましょうって言っても、なんか6人中2人しかそもそも来てなくて、で、遅れてミホがやってきたら、おお、意外にすぐ来たわってみんなで驚くような。ミホは3つかへんねや。差はなんなん？いや、そこは突っ込んでて、ブレるから、今日。そう。で、6人中3人しか集まらんかったり、基本的にね、なんか不真面目な会なんですよ。不真面目な会？そう、頂上戦争とかやるから、ちょっとみんな集まってやとか言うても、例えば韓国とかやったら、なんで行かなあかんねんみたいな感じで来た兵隊を石にしたりとか、だったりなんか、モモンガが手差して、0と1は違うって言ったからなんか話みたいになってるけど、よう考えたらやらんでいい犠牲やからね、あれ。戦争の前に無駄に怪我したからね、モモンガ。よう考えたら。そうやな。そうよ。海兵はその後戻ったけど、そう。モモンガのみ手を負傷してるからな。そう。冷静に考えてやらんでよかったことやからね。なるほど。そう。っていうように、結構ね、適当な奴らなんですよ。適当かな？そう、だから政府もちょっと手を焼いてる。そういう自由な存在やったんですね。ただ、これね、4校、そして海軍、七部会と、三大金庫って言われてたぐらい、めちゃくちゃ力を持ってる奴らやったわけなんですよ。で、実際に、僕ら読者的にも、一番最初まずクロコダイルが出てきて、やばすぎるみたいな。結構必要悪だと思うな、七部会って。そう。だから結構絶望を覚えたじゃないですか。でね、モリアルの戦った後にクマが出てきて、いや、無理やろみたいな。どうやって乗り切んねんみたいな思ったじゃないですか。そう。終わった思った。そう。やっぱそれぐらい僕ら的にもね、すごいインパクトがあって。あった。で、五老星もクロコダイルとかがね、いなくなった時も、均衡をめちゃくちゃに大事にしてる。ジジイが五老星をこうやってるジジイ。このジジイは均衡すげえ大事にすんねんけど、俺五老星めっちゃ詳しいんで、五老星まとめたんでよかったらそっちも見てくださいね。金鉱図です。そう、金鉱図なんだけど、金鉱図ではないね。そう。穴一つとて甘く見るな、とかね。すごい厳しいことを言うてるんよ。じゃあやっぱ必要なんじゃん。そう。俺さ、七部会がね、その説明この間でしてた時とかは、言ってる理屈はわかんねんけど、言うてもなんかむちゃくちゃなやつだからいるんかと思ったけど、最近やっぱ4校めちゃくちゃ出てくるよ、本編で。そしたらやっぱ均衡は必要だと思ったね。化け物みたいな4校をバランスよく整えるためには七部会っていうね、7人の海賊が確かにあってこそ今まで均衡は保たれてたのかもなぁと思える。だから赤犬とかも、基本的には賛成で、それに伴って出る犠牲はちょっとはしゃあないやろ、みたいな。っていう派と、なんか藤虎みたいに、いや、それはお前必要になった犠牲の人を知らんからやで、みたいな。そう、ゼファーとかもそうじゃないですか。自分のね、船を襲った海賊が七部会なんて絶望しましたよ、みたいな。腕なくしてるからな。そう。だからそういう、人たちがおったから、撤廃はもうどうなんわかるわって感じで、結構ワンピースの世界の2つに分かれる意見やと思うんですよ、これ。確かに。ただ、今日ね、それぞれちょっと評価していこうと思って。なんで評価される？七部
会並みに自由なやつが何を評価するの？じゃあブランニューもちょっと困ってると思うから、まあ小屋ちゃん界のブランニューって言われてる東屋が、まあ、やっていこうと思う。誰が呼んでんの？初めて見た。というわけで今日はそれぞれで渋会計11人、この渋会やったやつ含めて、紹介していくんで、まずはね、すごい役に立ってるやつだから紹介していきますね。あ、上からね。上から。はい。まず、ミホーク。まあ、ミホークはですね、まずね、めちゃくちゃ強い暇人なんですよ。だって世界一の剣豪やからな。そう、そもそも世界一の剣豪言われてるし、で、まあ、基本一人やけど、まあ、めっちゃ強いから、まあ、すごいありやなと。まあ、しかも、なんか、どんくりさんとかを必要に追いかけます。どんくりさんって何？ドンクリークのこと。いや、わかるけど、どんくりさんって何やねん。芸人やん。どんくりさんって何やねん、それ。ドンクリークとかをね、すごい必要に追いかけ回して、ドンクリークって冷静に考えたら50隻の海賊艦隊持ってたから、ミホークと会ってなかったら結構ね、グランドライン前半で悪いことしてたと思うのよ。なるほどな。そういうのを事前にね、しっかりイーストブルーまで追いかけて、トラウマにするレベルで追い詰めるやん。そう。で、まあ多分ああいうの定期的にやってると思うの。定期的にターゲット見つけて。そう、七部会は、一応ね、ある程度上向きを収めるためにやってると思うのよ。頂上戦争にも、まあしっかり来るし、しかもしっかり戦って結構強いし、集会とかにもちゃんと来るから、まあ、来へん時もあるんやろうけど、こういうね、まあ一匹狼みたいなやつがおってもええじゃないですか。なるほど。しかも、4校やったシャンクスと、昔はめちゃくちゃ互角やったぜ、みたいな。これは、確かに七部会が、4校と、均衡する戦力ってのは分かると。分かるな。そう。それはさすが五老星も気にするでと思って。だから、まあ、ミホークはオッケーやなと思うんですよ。なるほどね。で、続いて、クマ。こいつも割と強いですよ。強いよ、ボー君ね。そう、しかも、クマは能力がめちゃくちゃ優秀。ニキニキの実ってめっちゃいろんなことできるし、問題の先送りやけど、まあ、一旦誰かを飛ばすこともできるやん。なるほど。だから、カイドウとかももしかして飛ばせるかもしれないよ。4校戦う時に、敵の戦力を分散させるっていう意味では、すごい優秀やと思うのよ。でも、嘘つくで、クマ。嘘つく？あ、まあ、嘘つくけど、でも、クマは、ほら、パシフィスタの素体となった、あれが大きすぎると思うよ、貢献度が。世界政府に対して。なるほどな。そう。だってあれがおらんかったら、さすがに七部会ちょっと撤廃しようかとはならんかったと思うよ。なるほどな。そう。だからまあ海軍にも条件はあったんやろうけど、まあ協力的やし。でも、カンペを見たんやけどさ、パシフィスタの素体となってくるの嬉しい。なんでその、世界政府目線のなんかコメントなんだろう。はい。で、まあ頂上戦争でもしっかり戦ってたから偉いなって感じじゃないですか。確かにね、すごいよ。で、続いて、これね、新七部会、バギー。おお、意外。バギーはね、まあ、船長はクソ雑魚なんやけど、これね、思い出してほしいんよ。ブランニューがね、すごい大事なことを言うてるんよ。何を言うてるかっていうと、引き換えに必要とされるものは圧倒的な強さ、知名度って言ってるのよ。で、七部会が真に抜けた時に、もうちょっと海賊たちの中で、やっぱある程度影響力がないとあかんわ、みたいなこと過去に言うてるんですね。影響力の代表的な海賊なんですよ、バギーって。本人は強くないよ。もう4校戦うなんて無理よ。もう4校どころか、なんかグランドライン前半のルーキーたちに多分負けるよ。でも、めちゃくちゃ影響力持ってるんですよ。なるほど。だって、インペルダウンの囚人たちに逃げられたのって世界政府にとって大失態じゃないですか。確かに。そんな、インペルダウンの囚人たちの多くをバギーはまとめてるんですよ。なるほどね。これだけでもめちゃくちゃありがたいじゃないですか。実力はないけど知名度と影響力があると。そう。それ、芸能人で言ったら誰？芸能人で言うたら、実力はないけど知名度がある？畑陽子さんとかですか？何も畑陽子選ぶ。ちょっと待って、畑陽子バギーな。そうなん？残念って感じですね。俺は好きっす。畑陽子びっくりしてると思う。急にね、見てたら、だってこれ意外とね、吉本の芸人さんとかも、声切っちゃうのに見てくれてるんですよ。そう。どうすんの？畑陽子さん見てたら。ごめんなさい。急に、ごめんなさい。自分の名前出てきて、俺って思うよ。ごめんなさい。すごい好きで、エンタとか見てました。ごめんなさい。でもね、また話戻るんやけど、バギーズデリバリーの一面って、4校とやり合うってなった時にも、例えばじゃあミホークがめっちゃ強いやつと戦うと。で、バギーがその4校の例えば百獣海賊団でいう真打ちと戦うとかでできると思うんですよ。確かに。そういう意味で均衡してるなと思うんですね。バランスがいいってことね。そう。だから七部会全員で考えて4校対抗してるわけじゃないですか。そう。だからこういう兵力部隊みたいなのおっていいと思うんですよ。なるほどな。そう。ミホークがどんだけ強くても、1対1とかの方がいいから、あいつは。そう
そうだよね。そう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 。だから、まあわかるなーって感じなんですよ。続いて、ウィーブル。こいつね、まるで本当に白ひげの若い頃のように強いって言われてるんですよ。ああ、キザルが言ってたね。そう。白ひげの若い頃言うたらね、もうロックスでブイブイ言わしとった時代やから。ねえ。そりゃとんでもない強さよ。だろうね。そう。ということはもう間違いなく4コーと対抗できるんですよ。確かにね、戦闘シーンあんまり見えてないけど、そう。相当強いよね、多分ね。そう。しかも、白ひげ海賊団の残党を買ってるっていうね。すごいね、一人でね。いい仕事するね、みたいな。あれもなんか、ミホークと同じように、多分ミス・バッキンとペアで単独犯やと思うけど、強いよ。なんだ、ほぼ一人で担ってんねんか、それを。そうなんすごいわ。さらに、使い勝手のいいことにね、アホなんですよ。なんか、そうなん七部会の。そら知らんけど。いや、これほんまにこれびっくりしてんけど、これ七部会撤廃した時に、みんなにね、兵を送ったんですよ。討伐にね。そうそう。で、まあ、新世界とある島に、まあ、ウィーブルがおんねんけど、どうしよう、母たん。あれで、味方の海軍に囲まれたととか言い出してるよ。こいつ、自体が分かってないんよね。そう。だから、まあ、すごいアホなやつやなと思って。こいつだけでも置いといたってことだよな。ね。一部会でいいやもう。一部会でも均衡できひんから。あ、なるほど。そう。でも海軍に多分、持っといた方がよかったと思うにスカウトして。ね。まあでもなんかね、七部会全部撤廃だよっていうことで、まあ多分犠牲になられたんやと思うんだけど。なられたんや。次はね、守谷さん。まあこれ頂上戦争とかにも来とったし、最低限のことはやってたと思うねんけど、雑魚ないよね。強いよ。いや、結構守谷。守谷って、まず、同じ七部会のドフラミンゴのボコボコにされてるし、てかそもそも修行する前のルフィにやられてるんですよ。才能がね、厳しいかな。いやーでも、能力にかまけちゃったところはあるかもしれないけど、意外と強力やと思うよ、ゾンビ軍団って。いやー、ね、だってジンベエにもね、お前それ塩かけたら向こう側になるでいいっつってね、頂上戦争の時いじめられとったし。いや、守谷って別になんかろくに勝ってなくて。あ、なるほど。好きやけどな、守谷。なんか最終的には頂上戦争のどさくさに紛れて殺されとったから。殺さじゃないんだけどな。多分、五老星もあいつ選んだの失敗やったなーと思ってると思うねんな。これも。そう。この自身は、守谷じゃちょっと均衡保たれへんわーって思っとって。でもやっぱ一回発表してしまったから。あ、なるほど。で、なんか最低限の仕事はするからクビにできひんみたいな。なるほど、なるほど。どうしようみたいな。で、どうするみたいな時に頂上戦争起きて、あ、ちょっとドフラミンゴ行ってきてよ。あ、なるほど、なるほど。そうだから五老星はあれ言ったの。あ、でもイム様。まあイム様かもしれないけど、まあどっちにしろ多分イム様も五老星も失敗したーと思ったと思うのよ。人生ミス？そう、守谷を選ぶんじゃなかったーと思ってたよ。なるほど、なるほど。そう。っていう感じかな。妄想やろ、いや、違う。完全に。違う、ブランリューが言うとった。なるほど。で、こっから下は、まあ大体みんな一緒なんやけど。一緒？そう。まあまずは旧七部会から言っていこうと思うねんけど、クロコダイル。おお。これまずね、アラバスターをぶっ壊そうとしたんですよ。そうよ。で、まあ一応世界政府とかって、古代兵器の復活を阻止する立場やのに、こいつ復活させようとしたんですよね。確かにね。ユートピア計画とか言って、復活させようとするという、海軍世界政府に対する裏切り。はい。まあもう、滞在ですね。確かにこれは、明るみになってなかったからよかったけど、ありえないよね。七部会っていう立場でありながら、裏切りを働くっていうのはね、今まで出てきた人は別にそれを裏切ろうとはしてるわけじゃなかった。そうや。これはもう完全に裏切るつもりやもんな。みんな、守谷とかも一生懸命やった結果役に立たんかったとか分かったみたいだから。でも、クロコダイルはちゃうねん。裏切る気満々やねん。なるほど。次、ジンベエ。ジンベエは、なんかクロコダイルとか、あとで出てくるドフラミンゴみたいに、なんか国を乗っ取ってどうにかこうにかしたろうとかそういう感じじゃなかったんやけど。そう、何がダメなの？まずね、エースの処刑に反対っていうね、政府の政策にすごい反対してくるのよね。そうよ。ダメなんですよね。なんで？で、それはジンベエが反対してみんな揺らいじゃうから。あ、なるほど。で、しかもジンベエって、めっちゃ真面目そうに見えるやん。仁義大事にするし、あ、すごい真面目なやつやなと思うのに、あいつ集まりきてないね、冷静に考えたら、クロコダイル抜けた後の。すげえ真面目そうに見えるからみんな騙されてるけど、あいつ多分集まり全然行ってへんぞ。そう、白ひげの船とかには行っても、世界政府の集まりには行かへんみたいな。だから部活行くけど、ホームルーム出へんみたいなやつ。おーみたいな。真面目なふりして。そう、真面目なふりして。なるほど、なるほど。立ち悪いと思うよね。なるほどな。そう。で、しかも、冷静に考えて、あいつ、なんか、エースの反対して、まあ、インペルダウンに投獄されて、普通やったら、まあ、インペルダウンに投獄されてるからって、エース助けに行こやまではならへんと思うのよ。なるほど。いや、わし反対するから、みたいな。なるほど。ところが、ルフィさん分かりました、やりましょう、みたいな感じになって、じゃあ、ルフィだけ協力するんやったらいいやん。インペルダウンの囚人の大脱獄成功したのあいつのせいやからね。まあでもしょうがないよね。そう。で、なんか、もうわしはジンベエザメを操れるんじゃんみたいな感じでジンベエザメいっぱい連れてきて。で、
でもそのジンベエは擁護するわけじゃないけど、世界政府とかからしたらその魚人族なんか有効な道具にも使われてる感じするから必要だったんじゃないのとは思うけどな。だから立場をわきまえへんかったよジンベエは結局。そう、それがやっぱり彼の一番ダメなところだから完全に政府とかからしたら裏切り。モリアもびっくりしたと思う。俺味方じゃねえのお前みたいな。何俺のゾンビ潰してんのみたいな。赤犬もそら怒るでと思って、いやいやお前なんでやねんみたいな、これやるでーって言った時お前味方やったよみたいな、おかしいやろみたいな、俺に攻撃してくんだよみたいな、急に敵になったよね。そう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 、政府からしたら一番やったらあかんタイミングで敵になってるからちょっとタチ悪いよねジンベエさんね。なるほどね。政府からしたらこれかなりマイナス裏切りですね。これ以下あんのまだ。あるある。ドフラミンゴ次。ドフラミンゴはこれね、ドレスローザに収めとったんやけど、これねまずねそもそも陸王は反乱を起こしたんじゃなくてドフラミンゴの操られとったことがまずバレて、これまず1ダメージですよ。もうこれダメねーって案件。でその後おかしいなと思った海兵とかが来てもみんななんか知らん間に記憶からなくなるんですよ。シュガーがおもちゃにして記憶をなくすから。だから軍の関係者とかね政府の関係者はみんな奴隷になっちゃうよみたいな。そうだ、結構偉い人とかも奴隷になって奴隷化してると。これかなりの問題な。でさらに大事なところなんやけど、もう何回も言うねんけど七部会ってのは四皇とかと均衡するために作られてんのに、ドフラミンゴ何やったか百獣海賊団パワーアップさせとるんですよ。武器の密輸とか。そう、スマイルとか武器の密輸とかやって百獣海賊団さんパワーアップさせますよみたいな。ああ確かにこれはダメだわ。こいつだから何もう悪いんよ。四皇にも組みしてるし世界政府にも組みしてるからマジとこ C の八方美人ちゃんなんよ。これは闇営業してますね。そう、というわけでドフラミンゴも思いっきり海軍に対して裏切ってるからもうアウト。これはダメだ。そうで、あとねスモーカーも倒してるのねちょっとダメだね。なるほどね。これはさすがに対峙したフジトラも怒るわ。そう、怒る。で続いてハンコック。まず集まり絶対後編系みたいな感じだったじゃないですか。後編系って何？いやもう私行かへんよみたいな。でモモンガにもすげえ攻撃するし、頂上戦争行ってもなんかね私の前開けといてみたいな、どっちも攻撃するわみたいな。みたいな、タチ悪くないみたいな。スモーカーと戦ってたもんな。そうそう、スモーカーまたやられてるしでそもそもルフィをすれてったことってめちゃくちゃ問題やと思うんですよ。インペルダウンにな。インペルダウンにだってルフィがもし行ってなかったら黒ひげにあんなにやられなかったと思うんよ。確かに。そう、まだマゼランがなんとか止めれたかもしれんのよ。そうだね。でもそれができんかったのでもハンコックのせいなんよ。確かに。でインペルダウンの脱獄成功したって3つ要因があって、1つはティーチよ。でもう1つはハンコックがルフィ連れてったことよ。で最後はジンベエがみんなに逃がしたんよ。七部隊なんよ。全部おお大反逆よ。すごいなそれ。そう、というわけでハンコックも滞在。続いてティーチ。これクロコダイルの代わりに入るんやけど、そもそもインペルダウンは荒らすし、頂上戦争を起こすきっかけ作るし、なんかその後ね、インペルダウンのレベル6の囚人だけ連れて海賊団を起こして4個になってくし、いやまあ俺一番ダメかな。やばすぎやろみたいな。しかもなんか、会議とかでね、こいつええんちゃいますのんってみんなが議題に挙げて、じゃあ推薦しに行こうや、スカウトしに行こうやっていう感じじゃなくてね、その高校野球見に行って、こいつ伸びそうなピッチャーやなくてスカウトしようとかじゃなくて、ちゃうところからの推薦がパッて来て、マリー・ジョイにね。で、それでなんか、じゃあ入れましょうか、みたいな。じゃあそれでエースが持ってきたから、みたいな。赤の他人を信用しすぎた結果こうなったよ。そう。アホーや。しかもティーチって今まで白ひげ海賊団の2番隊の、名もないところや。そう。なのにもかかわらず、なんでそこはポットでのやつを、そんなすぐ採用しちゃったんか。やっぱりね、人選を甘く見たんやと思うね。なんか穴が開いてるから、早埋めなっていうところを、なんか、入っていったりするよな。そうなんよ。でね、同じく最悪の世代の最後ね、ローさん。これもね、海賊の心臓をね、100個お届けしたから。お届けしたってそんなウーバーイーツみたいに。心臓お届けみたいなね。心臓お届けしたから、ロッキーポート事件の首謀者ってこともあるし。ピザ感覚のまあね、ピザーラやけど、ロッキーポート事件の首謀者やから、こいつは渋海入れでいいやろみたいな感じになってんけど、こいつなんかそもそもね、スモーカー倒すし、で、スモーカーをいじめるのやめてよ。スモーカーで実力を上げるのやめて。いやでも海軍中将を倒すって結構犯罪やから。確かに。そう、ダメでしょ味方やのに。ダメ。そうで、そのスモーカー俺嫌いになるわ。だってハイコック
ク、ドフラ、ローってみんなでいじめられてるから、それはスモーカーを海賊のこと嫌いになるよ。それは七部会いらんやろって言っちゃうわ。それは多分海軍の中でもなんか多数決の会議とかがあったら、そう人らがいらんって言ったら、俺もってこう。そう。俺もいらんと思いますみたいな。絶対間違いないよ。で、しかもその後はなんかルフィと勝手に同盟組み出すし、いや、なんやねんそれみたいな。で、その挙句の果てには、どっちかっていうと政府の秩序とかを守らなあかん方やのに、ドフラミンゴ脱退とかいう誤報を流すし、いや、みたいな。もうあかんやろ、それは。やりたい放題な。やりたい放題やん、みたいな。ほんま最悪の世代やなっていう感じなんですよ。というわけで以上11人なんですけど、半分ぐらい裏切り者や。そうなんよ。これね、ちょっとまとめると、最後。ミホーク、扱いづらいけど役に立つ。クマ、しっかり役立つ。ウィーブル、アホやけど役に立つ。バギー、船長役立たんけど、海賊団としては役に立つ。モリア、ザコ。クロコダイル、裏切り。ジンベエ、裏切り。ドフラミンゴ、裏切り。ハンコク、裏切り。ティーチ、裏切り。ロー、裏切り。後半のコピペがすごいな、このカンペの。これはね、撤廃ですわ。これ撤廃ですね。それは新しかったの。そう。なるほど。もっと早く撤廃した方がよかったよ。なるほど。ローとか入れん方がよかった。クロコダイルがやられた時点で撤廃しとったら、あ、そら、なんやと思って。これは完全に金コースのせいやな。そう、もうこれ完全に後手後手に回ってる。ワードを一文字持ってる五郎さんちょっと反省した方がいいよ。これ。お前のせいで、ちょっと一回乱れてるから、世界が。その後になんか、そろそろ世界の均衡になる永遠に保たれるはずがない。掃除しなきゃだろうなとか言っても無駄やから、お前のせいやからどっちかっていうと。制作ミスってますって感じ。そういうことなんだ。そういうことなんです。なるほど。というわけで本日のね、検証はいかがだったでしょうか。意味あったんこれ。いや、これだってみんなすごい納得したと思う。七部会っていらんかったんやーっていう。なるほど、なるほど。そう。七部会いらないなーと思う人は高評価お願いします。これがね、みんなのその暮らしの何の役に立つか知らんけど。いや、みんなもほら、ちょっと悩んでるかもしれんやん。いや、俺、ミホーク好きなんやけど、七部会じゃなくなったんか残念やなと思ってる人は、その残念さはこういう理由だから仕方ないねと思って明日からスッキリ切れる。でも、役に立つって言ってミホーク。ミホークは役に立っとったよ。でも七部会はいらんかったよ。なるほど。そういう感じ。はい、というわけで本日は以上でーす。はい、今すぐ高評価と感想もしよかったらコメント書いてください。チャンネル登録ももちろんしてね。みんなはラスト一人の元七部会が誰だと思いますか？それでは See you。イム様が実は前半の海からもう予告され登場してたんじゃないかと。でもみんな意外とこの左上にある謎の太陽みたいなことってあんま言わないでしょ。確かに。そう。今日も一日お疲れ様です。こやちゃんクルーのお待ちかね。 Twitter、LINE アットもやってるよ。絶対フォロー、チャンネル登録してね。お風呂の前はこやっきーチャンネル。